給油もして満タンになりました。さあ行きますかね。よっ。皆さんおはようございます。リターンライダー63です。連日ね、寒い日が続いてますね。今日もその寒い中出てきました。今ガソリンを入れてですね、ガソリンを満タンにして、それからちょっと走っていきたいと思ってます。今日はね、どこ行こうかななんてね、今思ってはいるんですけど、まずはその前に、今日は腹ごしらえをしてから行きたいと思います。さあ、どこで腹ごしらえしようか。ね、やっぱりさあね、コーヒーちょっと飲みたいんで、コーヒー美味しいお店にね、これから行ってみようかなと思ってます。青梅インターの近くにありますカインズというところですね。ここにあります、見てきました。スタバでちょっと美味しいコーヒーを飲んで、朝食をとりたいと思います。バイク専用の駐車場ないんだね。よいしょ。じゃあここでね、青梅インター、近くにあるカインズにありますスターバックスで朝食をとりたいと思います。ただいまございます。本日のコーヒーのトールサイズと、はい、あとこれを温めて、はい、かしこまりました。こちらでお召し上がりで大丈夫ですか？はい、はい。ありがとうございます。はい、はい、どうも。はい、暑いので気をつけて召し上がってください。ごゆっくりどうぞ。さあ、青梅インターカインズ店、青梅インター近くにありますカインズの中にありますですね、スタバでコーヒーを今いただきましたので美味しい。さあ早速これから走りたいと思います。圏央道が混んでなければ海を見たいなと思ってます。たまには海もちょっと見たいななんてね、冬なんで
やっぱ海の方あったかいんではないかなと思ってますんで、行ってきます。ねえ、もう1月の、まあ、下旬ですけど、末になりますけど、やっぱりね、やはり1月、2月はね、寒いですね。連日、寒い日が続いてます。神戸も、連日朝方は氷点下ですね。氷点下5度とか6度とかね、そのぐらいになります。ですので、まあ、けど朝早くはちょっとね、冬は出れないですよね。やっぱり凍結っていうことがね、気になりますからね。考えると、やっぱりね、ちょっと時間を置いて、気温が今3度です。このぐらいやっぱりならないと、怖いですよね。おそらくね、海に近づくに従って気温はね、多分ね、上がってくると思うんですけど、青梅インターから入って、圏央道で、とりあえず茅ヶ崎の方に向かって今日は行きたいと思います。よろしくお願いします。今のところは、この電熱も何も入れなくて、大丈夫です。高いです。はい。一応今日もグローブもジャケットもパンツも一応全部電熱にしてきました。ソックスだけは電熱ではありません。ソックスも電熱があるんですけど、ソックスを履くぐらいの寒さだったら相当じゃないのかなっていう感じしてますんで、ソックスは履いてきてませんが十分大丈夫です。今のところ圏央道の状況を見たらそんなに、混んでない感じでしたので、大丈夫かなというふうに思ってます。今ね、青梅インターもね、拡幅という広げてる工事をね、今やってますね、左側。ね、広い空き地ですけど、インターをね、広げるんですよね。トラック多くてね、渋滞しちゃうんで、ね、倉庫がいっぱいできてきてますから、トラック多くてね、渋滞しちゃうんですよ、出口とか。入るのはまだいいんですけど、出るのにね、相当時間を要したりしますんで、で、今広げてます。だから道の駅もなんかできるというような話ですけどね。まあ、ちょっと楽しみは楽しみです。それでは、茅ヶ崎の海に向かって行きましょう。お付き合いのほどよろしくお願いします。今日もなんかいいことがあればいいなっていう気持ちですね。さあ、茅ヶ崎でおりまして、海沿い行きますよ。海沿いね、ペロッと。湘南茅ヶ崎です。道の駅ここなんでね、新しくできたのかな、では寄りませんが、寄りましょう。やっぱりね、こっちの方が暖かいんだね。7度に上がりました。青梅3度だったんですけど、7度に上がりましたね。なんとなく暖かい感じしますね。気のせいかもしれませんが。江ノ島は右の方見えましたね。江ノ島もね、ニュースでちらっと見ましたけど、20数年ぶりに
夜間のね、バイクとか車、ね、立ち入り禁止にしましたよね。なんか騒音がすごい多かったらしいですけどね。何やってんですかねって感じですよね。迷惑をかけるようなね、やっちゃいかんですよ。結局、夜入れなくなっちゃったんで、結局、なんですかね、自分たちで首を絞めちゃったみたいな感じでしょ。ねえ。何してんのって感じですよ。本当に。疲れちゃいますよね、本当にそういうの聞くとね。広島、見えますかね。夜間立ち入り禁止です。車とバイク。相当うるさかったようですよ、騒音がね。本当に。困った輩が多いからね。周りの迷惑顧みずね。バン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 ね、騒音でね、ひどい音を立てながら走ったり止まって吹かしたりしたんでしょうね。そういう連中に限ってね、自分の家のそば行くとね、静かに帰っていくんだよね。家の手前でエンジンかなんか切ってさ、押して家に入ってったりね。近所の迷惑にならないように自分の家のそばでは親に怒られたりするから。どうしようもないよね。他に来たらね、近所の迷惑顧みないんだから。どうしようもないですよ、本当に。そういう連中はね、車とかバイク乗る資格ゼロだね、ゼロ。ないね。湘南の海見えてますか？いいですね。静かだね、何も。江ノ電が来ました。江ノ島電鉄。のどかでいい感じですね。ここが有名な、踏切ですよね。何だっけな。思い出せないけど。いっぱいいるわ。写真撮り来てる人が。あそこ、いっぱいいるわ。鎌倉高校駅前。ここでいっぱいいる。ガードマンもいるじゃん。鎌倉高校駅前。普通の踏切で普通の海だけどね。アニメだっけ？あんまり私興味ないんでわかんないですけど。1993年平成5年に放送したスラムダンクですね。実はテレビでよく見ていました。桜木花道でしたね。30分の番組でなかなか話が進まないと記憶しています。当時も結構ブレイクしましたけど、再放送でさらにブレイクするとは驚きです。これもインバウンドのせいですかね。
どうですか、湘南の海、綺麗でしょ。右端に江ノ島が映っています。左側から平気でカバが追い抜いていきます。さらに左端を走っている原付の左側をすり抜けていきます。ないね、あれ乗り方ね。ちょっとでも隙間があれば行っちゃいみたいなさ。湘南の海です。Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Maybe I don't really know you. Maybe I don't really know myself. Let me rest in your arms until the morning comes and fades away our fear. I want to grow up with you. Cliche to say, but it's true. Tell me you see me just as I see you. Sometimes I don't know why I keep trying so hard to change. Should I turn on the lights and let you see me just the way I am? Can you tell me your secrets? It is time to let our guard down. I can promise you anything but loving you tonight. I want 今ね、全然面白い話してませんけど、今ふっと思い出したんですけど、昔ね、社会的、交通機動隊いた時ですけど、ね、昭和の時代ですからね、昭和50年代ですけども、ね、豪快な先輩ばかりだったですね。先輩が豪快でしたよ、豪傑揃い、先輩が。でね、交通機動隊の人たちって言ったらね、泣く子も黙るみたいな感じだったんで、いや、豪傑揃いだったですね。まあ、とにかく一言で言うと、すごい人たちが揃ってました。中にはね、すごい先輩がいて、すべてこだわってる先輩もいたですね。こだわってるって、ですかね、使うものとか乗る車とかね、その人曰く、日本人ならね、決まってんだと。車は日産、ビールはアサヒ、それからタバコはハイライト、そんな感じでね、こうじゃなきゃダメなんだみたいな場合もいましたね。で昼間は白バイで
走るんですけども、泊まり勤務がありましてね、泊まり勤務がありまして、夜間は、パトカーで走るわけですよ。取り締まりとか。当時はね、暴走族ね、取り締まり、暴走族がすごい時代でしたから、もう、都心の道路を100台、200台の暴走族が走ってる時代だったので、いや、それはね、まあ大変だったし、まあ、それなりに、こういう世界があるんだな、みたいな。すごいなって。で、いつの間にか自分もそれに溶け込んでしまって、いろいろと暴れまくりましたけども、当時私たちが行った時の交通機動隊の時代のパトカーは、マツダのパトカーが主流で、カペラとかね、ルーチェのパトカーでしたね。で、暴走族は四輪車なんだって言ったら、サバンナとかね、やっぱりマツダなんですよ。やっぱりロータリー車がね、速いんですよ、速度出て。ただね、ロータリー車のすごいとこは、当時のマツダ、今は違ったんですけど、ブレーキがもう効かないんですよ、全然。ロータリーはすごいですよ、瞬発力があって、速度がすごい一気に出るんだけど、ブレーキは当時効かなかったね。だから、効かないのを承知してて、目測でブレーキをかけていくみたいな感じで乗らないと危なかった。で、昔は暴走族ってあってね、バイクだけじゃないから、そうやってサバンナとか、車もね、車庫端にしたりなんかして、いっぱい車も一緒に走ってましたからね。今は暴走族、まあ、ほとんどいないけども、暴走族らしき、連中が走ってますけどね。当時はね、本当に今は車なんかいないでしょ、車庫端とかそういうね。当時はね、暴走族も四輪も車庫端、オーバーフェンダー、ね、いましたね。箱乗りってやつしてね、バイクと一緒にね、するんでね、そういう暴走族でした。もうめちゃくちゃだったですよ、本当に。そんな連中相手にして取り締まりしてましたから、夜は。交通パトカーでね。こんな連中を追い回してね、走ってましたから。今思うとね、いい思い出ですけどね。いやー、そんな中でね、本当にね、パトカーの運転がうまい先輩ね、がいっぱいいましたね。本当に。あの技術はやっぱりすごいなっていうね、当時しましたね。そのうち自分もそういう風に走れるようになりましたけど、最初はね、ハンドルも出してくれないんですよ。当時無線3年とか言われてね、助手席に3年乗って、ようやく先輩の運転を3年間見て、ようやくそれからハンドル持てるみたいな、そういう時代でしたね。見て覚えろですね。こういう感じでした。厳しかったですよ。やっぱり命かかってますからね。私なんか若かったんで、死にたいんで、若い時は助手席乗ってるじゃないですか。それね、暴走族を袋小路とか追い詰めると、行けって言われて、私が助手席を取り出して、ね、走って追っかけるんですよ。奴らみんなバイクその辺ぶん投げて走って逃げますから。いや、よく走って、夜中ね、道路走って追っかけて捕まえましたね。
いや、今ね、ふとそういうふうに思いましたね。いや、本当に豪快な先輩がいっぱいいましたよ。はい。良き思い出ですね。そう考えると今のね、こう機動隊の隊員はね、まあ豪傑はいないね。紳士ですよ。いい言い方すると紳士だけど、おとなしいね、みんなね。時代がそういう時代なんでしょうね。葉山に来ました、葉山。葉山ですよ。葉山というは、ヨットハーバーがあるところですか。山警察署。葉山御用邸前。これが葉山の御用邸だ。天皇陛下がね、西洋に来るところです。いいよ。いいね。どこかで海をバックに写真が撮れるところをまあ探していますね。島写真撮りたいな。海から離れたくないので、ここでまたちょっと展開をします。写真を撮るとこを見つけながら探しながら瞑想っていう感じですかね。やっぱりそのフェンスとかね壁とかあるとちょっとね、できればないところというふうに探してます。またここで展開をして港に戻っていきます。ここでねちょっといい場所をね見つけたんでね、ちょっと入って写真を撮らせてもらいました。お店の駐車場なんでね、この後写真撮ってからお店にもちゃんと入りましたよ。いい感じじゃないのね。これでお昼食べましょう。三崎湖いい感じですよね。なんか今日穏やかでなんかいい感じです。それじゃあ帰りますか。帰りと久しぶりの海もね良かったですね。
そろそろ、三浦中間、道のですね、入り口ですね。これができてね、ずいぶん便利になりましたよね。三浦半島の突端の方までね、取れるようになったので、そんな時間もかからずね。それでは、三浦縦貫道を通ってですね、あと高速で、自宅まで戻りたいと思います。本日もですね、海沿いをですね、走って気持ちよく走ることができました。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様方、ご安全に、ご安全に、帰ります。